キラドテチロンです。というわけでね、今日はね、また、レジェンドリーグからね、やっていきたいと思うんですけど、今回紹介するのね、ルートライダー編成なんですけど、普段僕がね、紹介してるアタックは、オーバーグローの呪文をね、採用してないんですよね。僕はなんか、なくてもよくねみたいな軽いノリで入れてないみたいなところがあって、全然強いと思ってるんですけど、防衛をね、結構見てたり、他の人のアタックを見てると、オーバーグロー採用してる人の方が圧倒的に多いんですよね。コメントとかでもね、オーバーグローの採用どうですかみたいなコメントとかもね、いくつかいただいたりとかもあったので、今回はね、ちょっと自分のアタックではないんですけど、いろんな人のね、オーバーグローを採用したルートライダーのアタックっていうのを紹介していこうかなと思います。これ全部ルートライダーですね。あ、真ん中違うかも。ルートライダー編成でもすごいいろんな形があるんですよね。早速見ていきましょう。はい、というわけでね、なんか前回も同じようなこと言ったような気がするんですけど、防衛側の配置なんでね、配置が変わることはないので、ちょっと見栄えはあれかもしれないんですけど、いろんな形が見れるというところでね、そこはご了承いただきたい。ロイヤルチャンピオン、ここはヘイスト薬型ですね。比較ができるのはね、僕としても嬉しいんでね。自分じゃやらないアタックを人がやってくれてるっていうのは普通に参考になるからね。さあ、ここはインビジブルとか使いつつ、スタートしてきました。これすごいですね。ロイヤルチャンピオンと同時に本体を始めていくっていうところで、かなり視野がね、広くテキパキやらなきゃいけないっていうところ、ここでリターンもして、ロイヤルチャンピオン回収。うまいですね。このテンポ感と同時にやらなきゃいけないっていうところ。ただちょっとね、対1クロスがね、10日弊社に入ってしまったんで、割れてしまうみたいな事件はありましたが、でも今の結構見習いたいね。本体とルートライダーのインビジブルのパートを一緒に進めていくっていうの。結構僕はね、もう完全に別で分けて順番にやってて、時間がそれで間に合うんで、そういうやり方してるんですけど、同時にできたらいいシーンって絶対生まれるからね。いいね。ここもギリギリなんですけど、うまいじゃないですか。モノリスからのターゲットしっかりギリギリ間に合うと判断して、ラストのフリーズをクイーンに咲いていきました。今のね、結構、最後の呪文になるので、ここで使い切っちゃっていいのかっていう判断っていうのね、結構怖いっすよね、やってて。あると思うんですけど。最後の呪文こんな早めにもう使っちゃって大丈夫。終盤結構重めの防衛施設あるけどみたいなところなんですけど、クイーンが生き残ることの価値っていうのを今は重く見積もってフリーズ延命して、今回これね、しっかり刺さっててクイーンが完全回復してますね。今のモノリス殴れるユニットがいなくなっちゃうからね、壁越し攻撃っていうところでも。さあ、ここロイヤルチャンピオン能力発動でヘイスト薬、早い。本来は結構ね、インビジブルじゃないわ。インビジブルの呪文を使って初手に削ってる間に、ヘイスト薬とかも使うことが多いと思うんですけど、そうじゃない時はこういう使い方をしてるってことですよね。いや、うまいっすね、今のね。ナイス全開っすね。続けて見ていきましょう。リターン型のオーバーグロー2枚というところで、やっぱ人によって大きくね、編成も変わってるというところで、今回はホグ人形を採用したエレクトロブーツ型というところで、なかなか面白い。さあ、上から来ましたね。まずは12時からエレクトロブーツ。これは僕もね、普段採用してるヒーローギアの組み合わせなんですけど、ホグ人形とエレクトロブーツっていうところで、まずはロイヤルチャンピオンの能力を残して、終盤でもう一回ね、ロイヤルチャンピオン、ホグ人形を持った状況で、リターンしたロイヤルチャンピオン後で使うみたいなのが強いかなっていう感じてる。割と、やってる、僕が普段紹介してる動画と近いのかなとは思うんですけど、違いとして言うならば、オーバーグローの呪文が入っている2枚もっていうところで、その使い道とかもね、ちょっと見ていきたいですね。ちょっともったいない。これはちょっと、切っちゃったね。ほんの数秒、ね、ほんの数秒じゃないね。0. 数秒だよね。これ完全に。もうちょっとだけね、ダメージ入ってれば。さあ、オーバーグロー2枚のうち1枚をもう、このタイミングで早く持ちましたが、サイドカットの意味合いが強いと思うんですけど、ちょっと早すぎるんじゃないかな、さすがに。まだユニット来る気配すらないですからね、これ。サイドカットとしての意味合いはまだなさそうなタイミングにかけてしまったので、この辺というか、今のタイミングのちょっと前ぐらいでもよかったかな。結局現れましたねと。現れて欲しかったのかな、もはや。
ここでトームをかけてというような状況ですが、ポイズンの呪文を持ってきてないのか、オーバーグロー2枚というところで。まあでも、ロイヤルチャンピオンがね、エレクトルブーツ型で本体と合流するときって結構援軍に対しても対応できるからね。それもエレクトルブーツの強いところですよね。まあタイタンとかと同じなんですけど、防衛援軍に対して強いっていうのは結構メリット。援軍って結構不確定要素としてでかいので、まあ、事故りやすいとこって結構防衛援軍との組み合わせっていうのが今までのクラクラだったんだけど、まあ、援軍に対して事故らないっていうのが、やっぱシンプルに強いかな。こっから行かれんの？呪文ないよね。こっから行かれんのこれ。スケルトンの呪文がもう、ロックしてるんですね、モノリスを。ロイヤルチャンピオン HP ギリギリなんですけど、スケルトンが偉い。いやー、惜しいな。キングのターゲットの方もスケルトンに座れまして、惜しいね。もうちょいで守れそうな感じあったんですけど、ちょっと自分が防衛なんで、なんか防衛側を今更応援してるんだけど、前回リプレイなのに。あれあれだよね、これ。レジェンドリプレイのさ、前回に取られた後って分かってるリプレイでもちょっと防衛応援しない？これあれあれだと思います。普通にね、前回と。さあ、続けてみていきましょう。次のロイヤルチャンピオンは、ロケットスピア型というわけでね、面白いですね。ロケスピでインビジブルが7枚で、もうすごいな、呪文構成。フリーズ系の呪文が一切ないとは、まあ、オーバーグローをフリーズ系として換算するって感じか。なんか編成の癖強いな、これ。この人。いろいろ、なんかすげえ癖強いけど。これ強いね。ロケットスピアでまずは外周部削りまして、で、フェニックスなんだね。インビジブル、フォックスじゃなくて。なので、その分、インビジブルの数も7枚と多めに採用しているというところ、まあ、ヘイスト薬じゃないので、まあ、ゆっくりゆっくり進まなきゃいけないっていうのが、まあ、ちょっと、ロケットスピア型のデメリットではあるんだけど、射程外からね、序盤に今みたいな感じで削ることができるっていうのは強みですよね。あとはなんだろう、インビジブルなんだろう、シングル IT とかがさ、孤立で、今のこのタウンホールみたいな感じで、ポーンって、隔離配置として置かれてるものあるじゃないですか。ああいうのにロケットスピア強いよね。ロイヤルチャンピオンがね、近づいて入らなきゃいけないとかがなくて、ロケットスピアで遠くから撃つことができるみたいなやり方ができると。で、10日弊社からのクイーン展開からの本体出していくというところ、まあ、3時から4時にかけてをロイちゃんで削りましたというような状況です。いやー、頑張ってたね。でも結構溶かしてるよ。惜しい。いけクイーン。いやー、惜しい。勝つわけねえんだけど。ボムって、オーバーグローに関してはもうサイドカットとしての仕様になりましたね。で、レイジ打ってトムと。うん。ここの状況で呪文ないの結構嫌だと感じちゃう側なんだけどな。ここから伸びるんですね。まあ、キングが非常に強い能力を発動しつつ、まあ、残った6時なんだけど、あとはゴリ押し突破していくような状況なのかな。ウォールブレーカーつないで、キングクイーンの方が進める形を取りつつ、インドラ出した瞬間、黒バックヒット。ここに出すんだってちょっと思ったけど、インドラ採用もだいぶ珍しいけどね、そもそも。止まんないっすね。てか、ウォーデンもまず、レイジジェムっていうところで、ヒーリングトームではなく、レイジジェム型っていうところ。これ、なんか、いろいろ面白いね、この人ね。自分の形っていうのを持ってる人だね。さあ、どんどんボコボコにされていくのを見ていきましょう。ほぼ、さっきの呪文構成と近いなっていうところなんですが、違いはレイジがフリーズ2発っていうところですね。もはやレイジがなくなりましたと。まあ、ルートライダーっていうところのベックを活かしてゴリゴリ進めていくってなるとレイジだよね。それならわかる。それはわかるな。うん。あ、この入りでロケスピなんだ。まずは、
ロイヤルチャンピオン入れていきます。この呪文構成だとレイジがないので、ウォーデンのね、ヒーローギアをレイジジェムにするっていうのはめちゃめちゃわかるね。さあ、ここでロイヤルチャンピオン、どうしますかねこれ。まだ使っていきます。ギリギリでしたね、今のも。ここも、いけ。ロケットスピア打ちそうになったので、リターンで回収しちゃおうというような回収になりまして、迷ってますね、これ。おお。はい、これからのキング。ここはクイーン、ヒーラーを生み出して、レッツゴーというような状況。東海弊社もやってきました。だいぶそれたね。うん。ポイズンもないんですけど、さっき言った通りね、今回クイーンが内側に入る形で入っているので、防衛援軍に対してもクイーンがある程度触れることができたり、ロイヤルチャンピオンはこれは上側に使ってロケットスピアぶっ飛ばしてますね。ロケットスピア型のメリットはこういうところですよね。浮いたところをね、遠距離で飛ばすことができて、オーバーグローとの組み合わせもロケットスピアいいですね。ロケスピで削りたい区画サイドカットしたりとかして、横打ちを減らしていくようなやり方で、現れた後ろ側から被弾を受けると、なかなか面白い終点の残り方してる。なかなか見ないね、これね。スーパーディガー使ってんだけど、援軍。癖強いなぁ、みんな。いいケバック。ボム良くないね、今の。で、ここ。結構ユニット残っちゃって、ここでボム発動してると、ワンチャンあったね。うわ、スーパーディガー強い、それ。惜しい、これ。惜しいな。惜しい言うても、キングこれフェニックスなんで止まんないんですけどね。多分なんかめっちゃあるんですけど、なんかまた違うの来たね。オーバーグロ3枚だって。でもやっぱね、みんな1枚を持ってきてるんですよ。流行ってんのね。多分ね、オーバーグローをサイドカットとして使う人と、結構施設をね、今まで通りのオーバーグローとして使う人と、結構、そういう、なんだそのクイグは。ロケットスピアの、なるほど。クイークの自慢一緒に合わせてる人は初めて見たな。これはね、ロイちゃんに踊らされてますね。ちょっと、これ行かれたの？耐えたよ。迷ってるね、みんな。でもこれ、そうだね。飛ばさないんだ。なるほど。ジャイアントアローで落とすのかと思った、これ。ジャイアントアロー採用してることのね、理由の一つに、こういうちょっと借り残したところをぶっ飛ばすっていうところも結構ありますね。インビジブルタワーの解除っていうところもできたりとか、ロイヤルチャンピオンのパートで少し削り残したところをね、削り回収してあげるみたいな目的もできたりとか。で、これ、タイタン採用してるんですけど、タイタン採用してる人もいますね。で、ここオーバーグロー。これはもう今まで通りの従来の使い方で、タウンホール真ん中孤立の配置、結構ずーっとね、攻撃受け続けるの普通に厄介ですからね。で、援軍に対してはフリーズポイズンを合わせていくというところ。呪文に関してはもうここからオーバーグローが2発あるだけというような状況。呪文の枠数で言うと結構多いんだけど、ここもオーバーグロータウンホールに合わせて、ぐるぐる回していくことを優先していくような形になりましたね。
キングもクイーンも能力を残しているっていうところ。今回のこの人のやり方としては、クイーンは絶対に外周に回さないっていう形なのかな。フローズンアローとミラーっていうところでね、ヒーラー人形すら積んでない。これ相当珍しいですね。ほぼ見たことないようなヒーローギアの組み合わせになってるので、基本的に中心部に入れていくっていう形を取るからこそ、ヒーラー人形を採用してないんじゃないかなと思います。ヒーラー人形を採用してないから、外周、クイーンが歩かないってことなんだけど、クイーンが歩かないとサイドカットちょっと足りなくねっていうところは、10日弊社とオーバーグローで補おうというような考え方なんじゃないかなと思いますね。普段、なんかその構成によってね、どういうやり方してるのかも見えますね。最終的にはヒーロー残されて持ってかれてという形です。はい、というわけでね、今日はこれで終わろうかなと思うんですけど、オーバーグローは1枚というところで、俺正直0枚が普通だと思ってた。みんな積むんだね。知らなかったわ。今まで通りのね、あれはオーバーグロー採用されるのはめちゃめちゃ多いからわかるんだけど、このインビジブル型に関しても採用されるとは思わなかったな。呪文結構使っちゃうからさ。今度試してみようかな、俺も。自分でやってみないとね、やっぱ良さとかもね、違いもわかんないからね。ただリプレイ見てても普通にオーバーグローで全回取られまくってるし、強いな、それっていう風にね、見てて思うシーンも多いので、正直好み自分のやり方、流儀に合うものを選べばいいんじゃないかなって自分もなんか思っちゃうんですけど、それでもね、採用理由の一つとして、インビジブル単品よりもオーバーグローのが強いって明確になったらそっちは積みたいですよね。さあ、なんかすごい、あれ、出てきましたけど、なんかこれもそうか。オーバーグロー使う人は、レイジジェムは使うっていうことの方が多いのかな。やっぱ呪文の代わりになるからね。僕はね、レイジジェムがレベル上がってないんですよね。レイジジェム上がってない人ってあんまいないよね。俺上がってないんですよ。だからヒーリングトーム信者なんだけど。てか僕結構ヒーリングトーム信者なんで。回復中なんでね、前も言ったことあるんですけど、僕回復中なんですよ。常に HP は高く保ちたい。もう食い火とかやってんのもね、そういうところっすよね。マジ回復中なんで。V ちゃん今すんげえ耐えたな。で、あとはキングの能力でご利用しっていうような形ですね。チカチカすんだよな、レイジジェム。全然関係ないことばっかり文句言うんですけど。レイジジェムちょっと目チカチカするから嫌なんだよね。外周流れてったユニット誰も止められないという形で終了と。今回ね、いろんなルートライダーの編成、呪文構成、ヒーローギアの組み合わせっていうのが見れたんじゃないかなと思います。もうみんな違ってみんないいみたいな感じなんですけど、絶対にこれじゃないと全開取れないよね。これのが強いよね。みたいなのがないっていうのがね、やっぱ、クラクラの面白いところであり。極端な話ね、全開取れなくてもさ、自分が満足してればそれでいいんですよ、クラクラ。ゲームなんで。それでもね、自分のね、好きなやり方、楽しいやり方があればいいなっていうところで、今回結構いろんなやり方見れたんでね、ちょっと見てやってみたいなって思ったやり方あれば、ぜひね、真似してみてください。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。お願いしましょう。さよなら。